はい、お願いします。お願いします。はい。皆さんこんにちは。今日はメキシコから高山市に移住されたウリエルさん、インタビューさせていただきながら、はい、日本での生活の様子を聞いていきたいなと思います。はい。お願いします。はい、お願いします。Alright。はい。では、早速いろいろ質問したいなと思うんですけど、はい。ウリエルさんは、日本に来て今どれくらいですか？日本に来て、実は今回は日本に来るのは4回目なので、で、4回目、今回は日本に来て2年ぐらいですね。2年ぐらいだと思いますけども。すごい。2年ぐらいです。はい。トータルで何年日本に住んでらっしゃったんですか？トータルで4年です。4年、おー。だいぶ慣れました？そう、慣れてきました。あー、すごい。メキシコのどこ出身なんですか？メキシコシティです。首都の方です。首都ですね。はい。シティボーイだ。なんか最近配給見てて、そういうシティボーイってセリフが。覚えた。いいですね、配給。人気だからな。日本語すごく上手ですけど、どこで学んだんですか？最初は大学で学び始めて、で、その後留学で、2回来たことありまして、1回目、京都の大学の方で、その次、仙台に住んでて、で、仙台の方の大学でまた1年です。すごい。結構いろんなところで。そうです。日本に来ようと思ったそもそものきっかけは何ですか？なんだろう、わからないですね。なんか、多分、やっぱり日本の、文化アニメの影響、ポップカルチャーの影響が、この方で強くて、テレビ、なんかメキシコのフジテレビみたいな、なんかチャンネルがあって、でそっちでずっとアニメが流れてたんですね。なんかドラゴンボールとかビキモン、なんかちょっと少年系のアニメが出てて、で、あれから興味を持つようになって、で大学に入って、私の、専攻が国際関係で、で、3カ国語を学ばないといけなかったので、英語の他にちょっと何しようかなと思ったら、じゃあ日本に挑戦してみようと思って。すごい。そうです。あれがきっかけで。大学から勉強して、そうです。がきっかけですごい。結構その日本語を勉強する人って多いですか？メキシコの。いや、あまりないですね。じゃあ珍しい。でも興味持ってる人は多いんですね。興味を持ってる人多いですけど、やっぱり日本行きたいなと思ってる人多いかもしれないんですけど、ちゃんと日本語を勉強してる人は少ないです。しかも途中で辞める人多いです。挫折。難しいから。なるほど。どうやって勉強したんですか？学校っていうのはもちろんだと思うんですけど。なんか学校なんですけども、普通の講座じゃなくて、なんか払って受けられる講座があって、1年半ぐらい先生と一緒で勉強して、で、また日本に来て、でも日本に留学した時に、営業は全て英語だったので、普通の日常生活で練習して、飲み会とかいっぱいやりました。飲み会そうです。飲み会が大事でした。そうね、実際生活してる人生きた日本語。そうです。交流することによっては学んできたわけですね。素晴らしい。大切です。はい。ペラペラだもん。ええ。すごい、本当に。で、その後は自習してて、ちょっと日本語能力試験を取るために、やっぱりメキシコで勉強、なんかちゃんとしたそういう授業がなかったので、自分で勉強するしかなかったです。試験は何を受けたんですか？試験は1級を受けてます。で、合格。はい、合格です。
それは2年前、いや、3年前ぐらいの話なんです。いやー、でも素晴らしいですね。なかなか取れない。あれから全然勉強してないので、勉強不足で、もう一度、ちょっと取ってみたら、落ちそうですね。でももうね、仕事で使ってるから大丈夫そうですね。はい。そう、気になるお仕事は何されてらっしゃるんですか？仕事は観光業で、ホテルで、一応、ゲストサービスをやってます。そう、高山で。そう、高山です。すごい。それがきっかけで高山を選んだんですか？仕事があるみたいな。なんかちょっとそれもあるんですけど、なんかもともと私、高山の前に東京に住んでて、で東京の生活に飽きちゃったので、ちょっとそういう高山の、前の仕事で高山についてはちょっと知らないといけなかったので、勉強されてまして、高山いいなと思って昔ね。でその後求人報告を見まして、で山の仕事がありました。ですごく興味で応募したら、転職できましたね。素晴らしい。いつから働いてるんですか？高山に引っ越してきた。半年前からです。そうなんですね。今年の1月の1日からです。すごい。最近じゃないですか。ほんと最近ね。ほんと最近です。慣れましたか、こっちは。東京と比べてどうです生活？どうですか？今ちょっと何とも言えないんですけど、今コロナの影響、そうね、家にいないといけない。拍手にくいんですけど、今夏じゃないですね、春になってからやっぱり冬より住みやすいなと思って、いろいろハイキングもできますし、自然も綺麗ですし。よかったです。初めて日本に来た時ってどういうところが大変でした？初めては旅行で来たんですけど、その時の話で大丈夫ですか？でも大丈夫。やっぱり日本語がわからないことが一番大変でした。で、しかも英語も通じなかったですし、確かに。Google マップもなかったですし、誰かに聞かないといけなかったです。何でも。今は普通にインターネットがありましたら、何でも検索できますけれども、確かに。頃はそういうのなかったですね。そうですよね。はい。実際住んでみてからはどうです？住んでみてからすでに日本語は分かってたので、やっぱり友達作るのが大変でした。そっか、友達。でもそれは多分文化にあまり慣れてなかったというところもあるかもしれないんですけど、ちょっと慣れてきたら友達がなんかできやすくなりましたね。どんな風になんて言うんでしょう、慣れてないというか、どういう文化の違いに悩みましたか？友達を作る上で。なんか私の文化で普通に誰かとなんか喋り出して、であれからちょっとその瞬間に仲良くなって、すぐに連絡先を交換したら、なんか次にどっか一緒に行けるって感じですけど、日本でなんかいつも遊ぼうって感じなのに、なんかこっちから誘わないと遊んでくる。そうね。メキシコは絶対に誰かが誘ってくれますので。そっか。友達になりやすいね。そうです。メキシコの方が。じゃあ自分から積極的に連絡を取らないと。で、遊ぼうって言われたら日本で、やっぱり飲み会のためとか、なんかスポーツとか一緒にやろうとか、そういうのはあんまりないですね。そうね。はい。メキシコの時はスポーツとか、どういう風に遊んでました？
なんか映画とか一緒に見に行きましょうとか、映画か、サッカーやりましょうとか、いいですね。焼肉やりましょうとか。バーベキューとか。でもメキシコのバーベキューはなんか自分の家でやりますので、その方がそうです。いろんな人を誘いやすいですね。ああ、いいですね。確かに。そういうのはあんまりないかもね、日本人。そうね。日本はなんか内と外で。そうそう。メキシコはいつも内って感じです。ああ、そうなんだ。そうです。友達の家に必ず、なんかいつか行くって感じですね。あ、なるほど。確かに。あんまり日本人で親友の家にすら行ったことないとかよくある話。家にあんまり行かないですね。家に行かないもん。確かに。そういう、はい。それは珍しいですね。珍しいんだ。面白い。食べ物とかはどうでしたか？日本に来て。なんか大変ことは。食べ物は全然大丈夫でしたんですけど、でも漢字が読めないとは大変です。お買い物の時買い物の時もうわからないです。これ塩か、砂糖かわからなかった。そっか。舐めてみれんしね。そうです。で、なんか一回、スーパー行って、オイル買おうと思ったら、普通のお酢を買っちゃったです。なんか、どこに書いてあるかと、確かに。ちょっとわからなかったし。じゃあ見た目で選んだんだ。そうです。見た目でちょっと古っぽかったですので。確かに確かに。そうか。それなんかあるあるやろうね。そうです。そうね。いろんな商品あるからね。日本のスーパー。そうです。野菜も全然わからないです。しかも、高山に引っ越してから、やっぱり野菜一番困ってます。なんか山菜たくさん種類ありまして、これ何で使うとか。そうね。どういう味？日本人でもわかんないよ。そうなんですか。僕、東京出身だけど、こっち来てよくわかんない野菜だらけで。そっか、うどとか、小豆菜とか。とりあえず天ぷらしときゃ大丈夫です。はい。でもメキシコにいたら、なんか唐辛子はそんな感じです。なんか唐辛子いっぱいあって、そうですね。どれがとかどういう味するとか、メキシコ人でさえわからないです。面白い。そっか、唐辛子だ。日本に来て、母国の食とか、なんか食べ物作ったりしました？たまにしてます。作りますか？何作るんですか？やっぱりタコス。わあ、美味しそう。やっぱ辛さは多めに。辛さ多めに。いいですね。でもよかったです。作れる環境があって。そうですね。でもそろそろ材料がなくなりますので。そっか。そうです。そういう材料はどっから仕入れる？去年メキシコに帰ってきたので。それで。ついでに帰ってきました。帰るたびに。はい。へえ。ホームシックにはならないですか？たまになってます。やっぱり。家族、友達と料理が一番。料理。そうですよね。そういう時はどうしてるんですか？なんか家族に電話したりとか。そうです。電話で連絡して、それか、なんか友達、日本にいる友達を誘って、なんか遊びに行きましょうっていうふうに言って。いいですね。でも、高山に引っ越してから友達ほとんどいなくて。そっか、会える友達が。会える友達はなかなかいないです。しかもコロナだしね。そうですね。しかもコロナ。さらに会えない。なんか他の外国人の移住者の人、日本に働きに来てる人と交流するような機会ってあったりします？ないです。ないですか？前は観光客と交流する機会があったんですけど、やっぱり高山に住んでる外国人と交流する機会が少ないですね。ましてやスペイン語圏というかメキシコなんかいない？いるはいると思うよ。
いるんかなんか昔はいたらしいですけど、東京にいた時はそういう機会はありました？他の外国人の労働者、はい、ありました。で、さらに前の会社はほとんど半分ぐらい外国人でしたので、でしかもその外国人の会社の友達の友達と知り合いになる機会がたくさんありました。そうですよね。はい、それはどういうふうになんか集まったりしたんですか？飲み会？飲み会っていうより普通に仕事の後で誰かがなんか申請したらじゃあ、俺もみたいな。友達誘うねって感じですね。楽しそう。友達の事務所は近いですので、寄っていいですかっていうふうに。前は何のお仕事されてたんですか？前は旅行会社で働いてました。旅行会社な、じゃあ多いわけだ。そうです。なんかね、そういう交流イベントってなかなかないから、ね、ぜひ私たちもやっていきたいよねとか思う。ぜひぜひ行きたいです。ねえ、せっかくなら。ちょっとイベントあるときぜひいらしてください。わかりました。なんかさそうしかも高山で住んでいらっしゃるメキシコの方なんてすごい貴重だと思うから、ぜひちょっと自分の文化のことも伝えていただけるような機会がね、そうですね、あるとすごい嬉しいと思う、市民が。はい、みんな楽しめる。そう日本は外国から労働者の人をたくさん受け入れようっていうふうに、日本の政府が動いてて、でこれからもっと日本人と海外から来た人っていうのが一緒に共生して生きていくっていうふうにどんどんなっていくんですけど、その中でウリエルさんとしてはなんかどうやっていったらうまく共生できると思います？いろんな国の人と日本人と。どうやってコツというかヒントがあれば、これから移住したい人に対してでも。なんかやっぱりなんか日本の会社は日本の文化になんか慣れてほしい会社が少ないので、なんかもうちょっと柔軟になんかその外国の従業員の文化をなんかちょっと導入して、であなたの国でしたら何がなんかちょっと文化紹介してください皆さんにとか、なんかなんだろう、なんか文化のなんだろう、把握ちゃんとしてもらいたいですね。大事ですね。はい。もうそういう会社が少ないと思います。よりね、外国の労働者の方とかが働きやすい職場環境になってほしいよね。はい。で、なんかたまになんかちょっと外国の労働者がやってる行動が多分ちょっと日本人の観点からすると理解しにくい、なんか分かろうともしないで、なんかちょっとそうだね、叱ってなんかそういうのがあるかもしれないんですけど、なんか分かろうとしてほしいですね。大事だ本当。逆にその外国人の人、働いてる外国人の人が心がけるべきことっていうのはどういうことがあると思います？なんかもちろん日本語を学ぶとかそういうのも大切だと思うんですけど一緒にうまくやっていく上で、多分私の場合ですけど、飲み会が特に問題がないので、飲み会が好きでちゃんと他の従業員と交流すればいいと思います。そうね、積極的にね。積極的に、はい。大事なことです。ここは重要だね。そうですね、なんか暗黙にちょっとこれやれってなんかちょっと
なんだろう、直接言われないのに、なんかやってほしい場合が多いので、だからはっきりと言ってほしいですね。ああ、確かに。そうね。お互いね、そこはっきりやった方がいいよね。そうです。なんかはっきりと、これやってください。この日にちまでとか、ちゃんと指示を出してほしいですね。お互いに。そうね。お互いにね。なんか相手が分かってるって思ってね、仕事してると、どんどんずれてったりするもんね。はい。確かに。たまになんか、これした方がいいなって言われても、おすすめか、ちょっとわからないので。確かに、やれってことなのか。そうです。それはすごい日本らしいね、でも。確かに。なるほど。勉強になります。なんかこっちに来た、先輩として、これから、日本に来る外国人労働者の人に何かアドバイスとかってあります？アドバイス、やっぱり引っこもらないで、他の人と交流した方がいいと思います。なんかいろんな出会いがあった方が、なんか慣れやすくなりますし、日常生活に満喫になりますので。臆せずにね。はい。いいですね。そうね。なんかなんか友達いなくて憂鬱する人が多いと思いますので、積極的にちょっと外に出て、なんか友達作ったらいいと思います。大事ですね。そうね。やっぱつながりがないとね。はい。で、人脈が広がる。人脈、本当そう。生きていく上でだね。そうです。本当に。これからも日本に滞在していく予定なんですか？まあ一応ですね。素晴らしい。でもいつまでかわからないです。まあね、今この状況だしね。どうなるかわかんないよね、みんな。でもいつ帰れるかわからないですし。そっちもわかんないし。本当ね、不安な中やけど。はい。そっか。高山に対して、はい。何かここを改善してほしいみたいなのってあります？もう少しこういうことがあると住みやすいのになとか。まあ、いろいろありますけど、なんか、他の外国人と交流するイベントとかあればいい。で、他の外国人だけじゃなくて、なんか現地の人と交流して、スポーツのなんかフッツァルとかの、なんかスポーツイベントとか。あと、ハイキング、スノーボーとか、そうね。居酒屋パブとか、居酒屋パブクロールとか、そういう。なんかね、そうだよね。いつもフラッと集まれるようなグループがあるといいよね。はい。それはいいアイディアだ。はい。やりましょう、それ。やりましょう。そう、いろんなお店にも他の人と行ってみたいですね。ね、確かに。みんなで行った方が楽しいよね。はい。いいアイディア、すごい。提案がもう一つあるんですけど、みんなでなんかちょっと外国の方とか現地の人と焼肉行きたいですね、どっかで。そうだね。これも夏はやりたいよね。やりましょう。パーティーとか。ねえ。そこでまたね、情報交換とかしてね。そうです。はいはいはい。お店いいよとか。そう。なるよね。そういうのがいい。そういう活動が仙台市の方によくありました。仙台はありそうだ。はい。そうね、高山でもね、もっとそういうの欲しいよね。そうです。そっか。ちょっとじゃあ企画しますので。またぜひ、いろいろアイディアください。お願いします。ぜひ。焼肉よろしくお願いします。焼肉やりましょう。みんなで持ち寄って。はい。
今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。体に気をつけて。またよろしくお願いします。会える時を楽しみにしてます。楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。体気をつけて。はい。ありがとうございます。バイバイ。はい。はい。はい。ということで、今日はメキシコから、日本に移住されて、高山市には1月からって言ってたかな。もう最近こっちに移られたというウリエルさん、インタビューさせていただきましたが、すごいね、もうずっと日本語でね、ペラペラ。すごく上手だった。本当に4年しか住んでないのって思うくらい。なんか敬語とかもめっちゃ上手。すごいね、なんか、どうやって学んだって聞いたら、ね、飲み会とかで直接話してって言ってたけど、にしてもすごいね。本当にでもすごい N1 取るのに頑張ったんやと思う。めちゃくちゃすごい綺麗。ね、ちょっと羨ましいです。ね、貴重なブラジルじゃないや、メキシコからのね。本当に数少ないね。地方にはね、特に少ないもんね、メキシコ。本当にスペイン語圏ってなかなかないけど、面白かったです。なんかそのラテンのノリみたいなのもちょっと面白かった。そうね。で、なんかやっぱり話してたけど、友達となかなかなりづらいとかっていうのが、もうちょっとなーっていうのね、出たのが印象的だったかな。そうだね。なんかやっぱりそういうね、イベントとかがある地域にいらっしゃったから、そういうの積極的に参加されたけども、きっと高山に来て、もちろんコロナの影響もあるけども、なかなか友達作りづらいっていうか、これから作っていくっていう感じな印象を受けたので、そういうね、交流機会を作ってあげたいね。そうだね。で、やっぱりその都会の方は、そうやって交流したり、仕事仲間でね、飲みに行ったりっていう機会が割とあったけど、こっち来て、来たばっかりっていうのもあるけど、なかなかそういうね、機会っていうのを聞かないからっていうのをね、言ってたから、そこら辺はうちらがね、イベントをやったりして、なんとかみんな集まれるようにやっていきたいよね。本当に。なんかでも、すごい面白かったのが、この都会の生活に飽きて、高山に来たいと思って来てくれた外国人がいるっていうところにすごい感動を覚え、なんかで今さ、その日本人でもテレワークとかが今ちょうど推奨されてて、こう働き方がさ、こう一極集中じゃなくなったりとかしていけば、こう海外、地方にね住むことに魅力を感じてくださるこう日本人ももちろん、そして外国人も増えるんじゃないかなっていう可能性を感じた一言でした。ね、やっぱりね、人間自然がねあるとこがいいよね。ウリエさんしかも本当ハイキングとかバーベキューとかこうねアクティブなこと好きそうやし、ね、そういう人にとってはね、日本も本当高山だけじゃなくていろいろね、すごいいい田舎町っていうか、地方の方たくさんあるから、そういうところにもね、今後、もう全国的に外国人労働者の人は増えてくるとは思うんだけど、そうやって都会の方だけじゃなくて、いろんなところで、活躍してもらえるとね。そうだね。いいね。いいですね。そうで、なんかちょっと仕事に関してで、そうやって、こう歩み寄る上で、日本人と海外の人と、日本人の人がその海外の文化にもう少し理解が欲しいっていうのと、あとこう意思疎通をはっきりした方がいいっていうことを話してたのがすごく残ったんだけど、そうだよね。その明確にコミュニケーション取って、で相手のこともこうしっかり理解していけるように、こっち側もねたくさん学ばないとっていうのは思ったね。なんか私が思ったのは、結局例えば外国人と一緒に働いてらっしゃる方とかも、どう歩み寄ってどういう風にしたらいいかわからないっていうのもあると思うし、相手の文化を理解するのも一方的じゃ難しいと思うからこそ、
その外国人の方が自分たちこういう文化持ってますよっていうのをアピールできる場面とか、そういうのってすごい大事だと思って、そういうのが分かった上で、じゃあこういう風な時はこういう風に声かけようかなとか、こういう行動を取ろうかなってなっていくのかなと思った。そうね。まあそれをしていく上でもやっぱりこう触れ合う機会、直接まあ一緒に飲んだりイベントやったりとかっていうのが、大事だね。そうやって仕事だけの関係じゃなくて、そのプライベートでも一緒に友達になれるような環境づくりっていうのはね、結局それがうまくいくと仕事もうまくいくし、ね、うまいこと共生できるようにつながっていくから、そうだね。大切だよね。大切だ。すごい大事なことを学んだ気がしました。なんか思い返してみれば僕もアメリカ行った時にそうやってイベントとかで参加したり自分が主催したりもしてたんだけど、そういうのでやっぱり仲良くなって過ごしやすくなったり、いろんな情報を得たりとかあったから、そうだね。改めてそういうこと大切だなって思ってね。今はちょっと集まれないけどコロナが収束した暁にはね、いろんな再度人とのつながりと、多文化共生の大切さをね感じられるようなイベントがね、できたらいいね。そうね。あとなんかオンラインで、ゲームみたいなので、集まれる機会もあっていいかなってちょっと思ったね。さ、またコロナ何回も来るかもしれないしさ。第2波と言われてね。もちろんオフラインで会うのが一番なんだけど、それだけじゃなくって、なんかオンライン上でも、ズーム飲みじゃないけどさ、ちょっとフラッと外国人同士集まったり、地元の人とこう触れ合ったりみたいなのあってもいいね。いいかなと思ったね。ちょっとそれもまた企画してみたいですね。はい、ということで今日は、オンラインインタビュー第2回目でしたね。ね、もうちょっとで。いいね、これ。いろんなところにね、住んでる方とつながれる気がするし。そうね、楽だよね。確かに。そうね、ちょっとやってみたって感じだけど、今後もね、続けていけそうだね、これは。そうだね。皆さんのちょっと、こう、聞き具合というか、ご意見もいただいてね、改良できるところはしていきたいなと思います。あとなんか、これ聞いてくれてる外国人の人とかでもインタビューしてほしいというか、インタビュー参加したいみたいな人いたら、ぜひ声かけてほしいですね。確かに。もはやね、高山外でも。気軽にこれはね、できるから。全然いいので。はい。ということで、今後も外国人移住者、労働者の人のインタビューなり、国際ニュースなり、いろいろと多文化共生に関することをシェアしていきたいなと思いますので、皆さんぜひ、チャンネルの登録と、よかったらいいねとお願いします。はい。コメントもお待ちしてます。はい。ということでまた次回お会いしましょう。はい。Thank you. See you.